続いて22個目ということで 3D 回転のアニメーションを作っていきたいと思います。3D というとサイコロのようなものを使って説明することが多いんですが、今回はあえてリングのようなもので説明していきたいと思います。ということでまずはリングを作っていきましょう。まずは新規平面レイヤーを作成しておいて、ここで楕円形ツールをダブルクリックしておいてマスクを作成しておきます。こうすると通常の円が出来上がりますね。ここで 3D レイヤーのスイッチをオンにしておきます。さあするとここでキーボード R で回転を開くのですが、すると X 回転と Y 回転の2つの方向プラスで Z 回転というのも出現します。回転の場合はどうなるかというと、要するに X というのは横軸なので横に1本の軸が刺さっている状態、 Y 軸というのは縦なので縦に軸が入っている状態と考えてください。なので Y 回転を回転させるとこんな感じで縦の軸を中心に回転するようになります。ただしこの状態だと回転させても平面が回転しているようですね。立体的とは言えません。試しに平面のリングを回転させるとどうなるかというと、こんな感じでシェイプツールでリングを作ってみましたが、さあこれを回転させてもやっぱり平面が回転しているようですね。ということでこれを立体的にしていきましょう。この平面レイヤーに対してエフェクトから線というのを適用していきます。この線というのはその名の通り線を描くエフェクトなんですけれども、ここでパスのところをマスク位置に設定しておきます。そしてペイントスタイルを透明に設定しておきましょう。ブラシのサイズとかで線の太さを決めたり、ブラシの硬さとかも 100% にしておきます。さあこれでちょっと見えやすいようにこんな感じでサイズを小さくしておきます。端っこがちょん切れているので、ここのコラプストランスフォームというのをオンにしておくと 3D がちゃんと機能するようになります。さあこれで先ほどと同様に X 回転を回転させてみると、こんな感じでご覧のように立体的なリングになりました。これを使うことで誰でも簡単に立体的なリングを作ることができます。試しに Y 回転をオプションクリックを押して、ここにタイム ×100 と入力しておきましょう。タイム ×100 というのは1秒間に数値が100ずつ動くという意味ですね。さあこうすると1秒間に100度ずつ回転するアニメーションが出来上がりました。さあということで 3D を使った立体的な表現をするには回転させるというのがあるのですが、ぜひともいろんなところで試してみてはいかがでしょうか。じゃあ次行くよい。